こんにちは、ミッキーです。今回は神田神保町大人向けカフェ6000でございます。以前にもご紹介し、好評いただいています神田神保町エリア。東京でも屈指の親戚喫茶が集う街、そして本の街として有名で、まるでタイムスリップしたような空間を味わえるのが魅力的でございます。最近では珍しい喫煙可能なお店があったり、本を読みながらじっくりと時間を過ごすお店があったりと、少し大人向けで特にお一人様におすすめな空間が多いのも特徴の一つです。今回の動画では都内随一のこだわりパンケーキ店など幅広くご紹介していますが、過去の動画でも個性的かつおしゃれな空間を複数ご紹介していますので、合わせてご確認いただいて、より充実したカフェ巡りをしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのは、神田の老舗喫茶店でございます、コーヒーショパンさんでございます。こちらは食べログ喫茶店百名店2022にも選出されています本格派の喫茶店でございまして、昭和8年創業、長い間神田の街で愛されています注目店舗になっています。この入り口の雰囲気からとてもレトロな感じが伝わってくるかと思いますけれども、ちょっと入りがたいかなと思いつつ入っていただくととても居心地がいい空間になってますので、ぜひとも足を運んでほしいです。店内の空間はアンティーク家具やステンドグラスに包まれた個性的な空間、レトロな雰囲気の中で落ち着いた時間を過ごすことができます。特にお一人様のお客さんが多いのも印象的でございまして、今回私が訪れたようにお一人様が朝から訪れていただいてモーニングを試すというところもおすすめの過ごし方なのかなと思っています。最も有名なメニューはアンプレスでございまして、テレビでも日本三大純喫茶のトーストとして紹介されたのが話題のきっかけになったということでございます。そんなアンプレス、トーストしたパンの間にあんこを挟んだメニューになってるんですけども、どうやら他では味わえないような絶品メニューだということでございます。こちら今映していますのはモーニングサービスとあとはメニューでございます。非常にシンプルなメニュー構成になっていまして、もちろんコーヒーショパンというだけありまして、コーヒーが注目でございますけれども、コーヒー以外にも紅茶とかレモネードとかホットミルクとか、コーヒーがちょっと苦手な方でもほっと一息つけるようなドリンクがたくさんありますし、あとはバナナジュースとかミルクセーキとか、そういった喫茶店的なレトロなメニューが味わえるところも注目になっていますので、ぜひ一度訪れていただいて、それぞれのお好みのメニューを頼んでいただくだけでも十分に充実した時間を過ごすことができるかなと思っています。こちらこの日は先ほどご紹介したアンプレスじゃなくてですね、こちらのお得なモーニングサービスをいただきました。これ結構厚切りなトーストいただけたりというところで、コーヒーもセットにしていただけますので、個人的には朝からとってもコスパよく過ごすことができたかなと思っています。ちなみにこちらのトーストはハムトーストやチーズトーストにプラス50円で変更もできるということでございますので、ぜひそちらが気になる方はそういった50円プラスで試していただくのもいいかなと思います。で、このコーヒーなんですけれども、コーヒーは朝入りコーヒーを濃いめに入れているということでございまして、これまで多数のコーヒーを飲んできてますけれども、濃い酸味を感じることができるような独特な味わいになってたかなと思っています。トータルで考えますと、その個性も含めコスパ最高のモーニングになっていると感じてますので、ぜひとも試してみてください。続いてご紹介しますのは、同じく神田にありますレトロな喫茶店、コーヒーハウスロフトでございます。こちらは FM ラジオ局 J-Wave の BGM が流れる昔ながらの喫茶店でございます。その歴史は40年近くにもなるとのことで、神田に根付く知る人ぞ知る隠れ家的な喫茶店でもあるようです。ちなみに近年は珍しい喫煙可能な店舗でございますので、タイミング次第では煙が気になるかもしれません。ちなみに私はこの日、平日の朝にモーニングいただきに伺ったんですけれども、喫煙者は少なかったため、非喫煙者の私でも気にならないほどでございました。本当この神田のエリア自体が結構レトロな空間が広がっていますし、このコーヒーハウスロフトさんも事前に調べておかないと通り過ぎてしまうような印象でございましたので、ぜひ宝探し的に探していただいて、訪れていただくととてもいいかなと思っています。そしてこちらが注目のモーニングサービスになっていまして、朝7時から10時までの限定サービスになっています。モーニングとは言っても9時から始まるようなそんなお店も多い中、こちらは7時からやってるところもおすすめかなと思っています。こちらご覧いただきましたモーニングセットの B セットでございます。で B はセットなんですけども、 A はブレンドコーヒーもしくはアメリカンコーヒーのみのメニューになっていまして、
そのコーヒーに加えまして、厚切りトーストとゆで卵がついてくるのがこちらの高コスパな B セットになっています。ちなみにそのドリンクをコーヒー、アイスコーヒー、もしくはミルクや紅茶に変えたセットは C セットでございまして、そちらも550円でいただくことができますので、20円の違いということもありまして、比較的気にならない値段の差かなと思いますので、ぜひ気になるメニューを頼んでほしいなと思っています。続いては神保町の近くに場所を移しまして、神保町ブックセンターのご紹介です。未来の自分に種をまくをコンセプトに、神保町の街に根付く複合施設神保町ブックセンター、岩波書店の本が揃う書店、本を読みながらくつろげる喫茶店、様々なイベントをきっかけに新しい知識や仲間に出会えるコワーキングスペース、それぞれが合わさる中で新しい知識との出会い、新しい仲間との出会いを促し、これからの時代を生き抜くための気づき、個人の成長のきっかけを提供することを目指す素敵な空間でございます。こんな形で、まさに本に囲まれた空間の中で、喫茶メニューを楽しめるところがとても注目になっていますし、岩波書店のたくさんの本から選ぶことができますので、ぜひともお手に取っていただいて気に入った場合にはご購入されるというのもおすすめかなと思っています。喫茶メニューを頼むことで、その飲み終わるまで、食べ終わるまでは、多分このお店を出ないと思うんですよね。そういった中で、せっかくだから本を楽しもうということで、普段なかなか見ないような本を探すこともできるというところもおすすめかなと思ってますので、まさに本の街、神保町だからこその楽しみ方かなと思っています。もちろんスマホをいじったりとかする方もいるかと思うんですけど、せっかくなんで個人的には本を読まれるのがとてもおすすめかなと思っています。このメニュー表も、まさに文庫本チックに書いていただいていまして、縦書きなメニューもとても素敵でしたね。そして、なんといってもこの神保町ブックセンターなんですけども、結構喫茶メニューにその一つ一つがこだわりのあるようなメニューになってますので、ぜひとも注文していただいて、その料理自体、ドリンク自体を楽しんでいただくのがとてもおすすめかなと思っています。喫茶店スペースの利用時に関しましては、店内の本すべてを読むことが可能でございますし、さらに持ち込みの本でも読めるということでございますので、気になる本がありましたら持ってきていただいて読むというのもとてもおすすめかなと思っています。さて、この日いただきましたのは、こちらのハンバーグプレート月替わりソースのものでございますけれども、1000円でいただくことができまして、スープがついてきたりとか、サラダがついてきたりということでございますし、ドリンクは飲み放題でございましたので、そういったところも比較的コスパがいいかなと思っています。パフェやプリンアラモードといったクラシカルなデザートも用意されていますので、そういった喫茶店らしさを感じるというところでもおすすめかなと思っています。夜になりますと、ビールやウイスキーなどもいただける、まさに大人の空間でございました。続いては同じく神保町にあります2020年7月にニューオープンしました仙台カフェさんでございます。こちらは東京神田神保町にあります神田コーヒー系列の4店舗目でございまして、店名の通り専修大学の新校舎1階にオープンしたお店でございます。大学の敷地内にあるものの一般利用も可能で、この日訪れた際も大学の教授らしき方が談笑しつつビジネスマンも利用しているような様子が伺うことができました。今回動画の撮影が NG だったので、写真のスライドショーベースでご紹介させていただいてますけども、ぜひともその空間とてもおしゃれでございますので訪れてほしいなと思っています。こちらは神田コーヒーさん系列ということもありまして、自家焙煎スペシャルティーコーヒーのみを取り扱うコーヒー専門店らしさを感じることができるようなお店でございます。他にも注目はモーニングサービスでございまして、パンが7時半から11時までの間、ドリンクを注文することで全て100円でいただけるということでございまして、今のご時世では破壊的な価格かなと思っています。もちろん専修大学内にありますので、学生さんたちに配慮した価格かなと思うんですけれども、一般利用客にとっても嬉しいかなと思います。この日はこちらのカフェラテとクリームブリュレをいただいていました。こういったメニュー自体もとてもおすすめなんですけども、提供時のコースターや陶器もとてもおしゃれでございますので、ぜひそういった部分も合わせて楽しんでいただきたいなと思っています。続いても神保町からミカフェと一橋店というところをご紹介していきます。スペイン語で私のコーヒーの木を意味しますミカフェートさん。今回こちらのお店も残念ながら動画の撮影できなかったので、写真をベースに店内の様子ですとかフードの様子ご紹介していこうと思います。こちら、私のと思えるコーヒーの木を一本でも多く育てようという熱い思いを込め、最高品質のコーヒーを提供してくれるお店でございます。すべてのコーヒーを美味しくするをミッションに、ミカフェートさんでは品質のピラミッドを作っておりまして、一般的に有名なスペシャルティーコーヒーについても、さらにその上のグレード4段階設けるなど、そのこだわりは業界随一でございます。そんなこだわりを持つこちらミカフェートさんのコーヒーは、JAL さんですとか、星野リゾートさん、プリンスホテル系列のホテルで採用されるなど、様々な有名企業でも使われているような、とても美味しい一杯になっています。
こちらミカフェイトさんの創業は2008年でございまして、上島コーヒー株式会社出身の川島さんという方が創業したということでございます。ここ一橋店はコーヒーを中心に日常の様々なシーンで楽しめるような充実したフードメニューを展開しているところも特徴的でございますので、ぜひ今映してますようなチーズケーキとかシフォンケーキとかも試していただいて、コーヒーと一緒に味わってほしいなと思っています。そしてこちらここにいただきましたブレンドコーヒーとシフォンケーキでございます。その日ごとで味付けが変わるのもシフォンケーキの特徴でございまして、この日のシフォンケーキは味噌の味付けでございました。そして最後にご紹介しますのは神保町の大人気のお店でございます石窯ベイクブレッドサボタムタムさんでございます。こちら創業1973年の行列のできる石窯ホットケーキで有名なカフェになっています。数々のテレビ番組で紹介されていまして、例えば嵐に仕上がれとかザワつく金曜日とかラビット王様のランチでもご紹介されたということでございますので、もしかすると皆さんも気になっていたという方もいるかなと思っています。こちらはホットケーキだけではなくてフレンチトーストやチーズトーストなど全て石窯で焼き上げるのが特徴的でございまして、外はサクッと中はふっくらな食感を実現してくれているお店でございます。焼き上がりには20分ほどかかりますので、訪れる際には並ぶ時間も含めまして時間に余裕を持って訪れてほしいなと思っています。こんな感じでたくさんのメニューがありまして、コーヒーもシンプルなコーヒーからウインナーコーヒーですとかコーヒーフロートなんか楽しめるところも特徴的かなと思っています。あと紅茶も結構美味しいとの噂でございますので、コーヒーがちょっと苦手だなという方に関しましても紅茶を頼んでいただきつつその味わいに触れていただくこともおすすめかなと思っています。先ほどホットケーキが注目だと申し上げたんですけども、その他にもカレーやシチューなどのフードメニューやタルトやミルクレープなどのケーキも楽しめるということでございますので、もし一度目こちらに訪れていただいて石窯のメニューを楽しむことができましたら、改めて訪れていただいてこういったカレーとかシチューとか他のケーキメニューを試していただくというのもおすすめかなと思っています。ほんとカレーだけでもですね、3種類ぐらいあったりということでございまして、神保町というと本の町、喫茶の町でもありますし、カレーの町でもありますので、その神保町らしさを感じられる、そんなお店になっているかなと思っています。こちら、ここにいただきました、ホットケーキセットでございます。ホットケーキセットにはコーヒーをつけていただくことができるんですけども、コーヒー以外にも先ほど申し上げました紅茶ですね、アールグレーとかダージリンを選ぶことができます。さらにですね、コーヒーはマイルドと深みのあるエクセレントから選ぶことができますので、お好みに応じて頼んでほしいなと思っています。個人的にはホットケーキは結構甘めなので、コーヒーを頼んでいただいて、その苦味と甘みを一緒に味わうのがとてもおすすめかなと思っています。そして今回頼んだホットケーキなんですけども、味付けは一緒に添えられましたクリームとメープルシロップでございます。クリームの量も結構たくさんありますし、こういった形でメープルシロップかけていただいて楽しむことができますので、お好みの量をかけていただいてお好みの味わいで試してほしいなと思っています。もちろん一回切っていただいてプレーンで試すところ、あとはメープルシロップで試すところ、あとはクリームで試すところ、そして全部をかけるものという形でパーツごとに楽しんでいただくのもとてもおすすめかなと思っています。さてそのホットケーキのですね、外はカリカリ中はふんわりを試すためにこんな感じで切る様子を撮ってみたんですけども、ちょっと横になってしまうとですね、なかなか伝わりづらいかなとは思っています。切った断面から湯気が立ち込める感じなんかもその美味しさを感じていただけるかなと思っています。まさにこちらが断面になっていまして、中はふんわりなんですけども、外はサクッとしている感じなんかが見えることができるかなと思っています。バターの溶け具合も相まってとても美味しい雰囲気になってますので、ぜひ試してみてください。以上、今回は神田神保町から大人向けカフェ6選をご紹介させていただきました。これまでにも神田神保町をご紹介してますけども、今回特に神田神保町らしさ、レトロな喫茶店の感じですとか、本の街らしさですとか、他にもカレーがあったりというところで、その神保町らしさ、神田らしさを存分に感じられたかなと思っています。特に最初にご紹介した喫茶店を中心に朝からやってるお店も多いので、例えば東京駅付近に勤務される方なんかは、こちらでモーニングいただいた後に東京駅に行っていただくのもいいですし、東京観光に来られた方は、この神田神保町の街を楽しむという用途も含めまして、こちらでモーニングいただいてから東京の街を散策するというのもおすすめかなと思っています。東京駅から神田神保町ちょっと立ち寄って、それから浅草に行くなんていうのもとてもおすすめかなと思っています。以上、ミキでした。ありがとうございました。